皆さんこんにちは。お元気ですか？人類が AI に支配されつつある昨今、いかがお過ごしでしょうか？さて、今回はノーマルマップを手書きして、イラストにブレンダーで陰影をつけちゃおうというチュートリアルです。ちょっとはイラストレーターっぽいことをしてみようと思い立ち、ブレンダーでイラストをもっと楽しくしてみようということで、今回のネタを思いつきました。チュートリアル、作るのがめちゃくちゃ大変なのと、あくまで前回は購入者さん向けのサービスという感じで、YouTuber になりたいわけではなかったので継続的にやりたいという気はそこまでなかったのですが、前回の動画以降、割とたくさんの方にご登録いただいていることもあり、今回は王道の前回に比べるとちょっと変なネタではありますが、お楽しみいただければ嬉しいです。最初に注意事項なんですが、今回は私の趣味で作ってるという側面が強いので、かなり原理的な話を含みます。と言っても、高校数学程度の話だし、問題を解くプロセスとかがあるわけではないのですけども、サクッとやり方だけ教える、みたいな動画ではないのでご注意ください。あと、ブレンダーに関してはそこまで高度なことをやるわけでもないんですが、基本的に画像編集ソフトについてはある程度習熟した人向けの内容になるかと思います。クリップスタジオやフォトショップなど、特にソフトは問わないんですが、持っていることが前提になります。次に動画構成です。最初にまず、ノーマルマップはどういう構造をしていて、何を意味しているのかを解く。次に手書きのノーマルマップを用意する。最後にノーマルマップを用いてブレンダーで 2D イラストにシェーダーを適用する。という内容になります。では早速始めていきましょう。まず、ノーマルマップってなんやねんという話ですが、皆さん、立体。具体的には面の向きを色彩で表現している。平面に対して疑似的に凹凸を与えるということまでは認識してると思いますが、それ以上は何が何だかわからないというのが正直なところではないでしょうか。かくいう私もそんな感じです。一方で、ノーマルという用語の意味は何なのか。これは三次元ベクトル幾何学の用語で、日本語では放線ベクトルと訳されます。放線ベクトルとは、三次元ベクトル幾何学においてはある面要素について、その面要素の中心から出る面に垂直なベクトルを指します。三次元ベクトルなので、これは X 成分、Y 成分、Z 成分を持っています。それを表したのが1個目の数式です。なお、サイズは1で固定です。サイズ固定を表すのが2個目の数式です。さて、このノーマルマップと放線ベクトル、一体全体何のつながりがあるのか、皆さん気になりません？なりませんか？しかし、これを解釈しなければノーマルを手書きする、なんていう一見すると難しそうな課題を解いていくことはできません。なので、まずはこれを解読するところから始めたいと思います。ではまず、ノーマルマップを理解するための基本資料が必要なので、球体に与えたノーマルマップをブレンダーで出力してみましょう。まずは Shift+A で球体を作成し、オブジェクトをカメラの中心に据えた状態にします。画像は適当なサイズに設定しましょう。こちらに対してレンダープロパティでワークベンチを、ライティングからマットキャップを選択し、この下に出る球体の画像をクリックしてノーマルカラーを選択します。カラーマネジメントはデフォルトのフィルミックから標準に変えておきましょう。また、フィルムから透過を選択して、背景色を透過に設定しておきましょう。それができたらレンダー、画像をレンダーを出力して、球体オブジェクトのノーマルマップを出力してみてください。さて、ではこの画像を、Photoshop や Clip Studio などの画像編集ソフトウェアで開いてみてください。ここから本番になります。この球体ノーマルを使って面方向を解釈しながら塗っていく、という方法論もありますが、私はそんな難しそうで手間のかかることはやりたくないですね。できる限り楽することを考えましょう。そのためにノーマルを解釈していきます。まず、この画像レイヤーの上に新規にレイヤーを作成し、RGB 表記で255、0、255、HSV 表記では300、100、100となる単色で塗りつぶしてみてください。一般にマゼンタと呼ばれる色ですね。次に、もう一枚レイヤーを作成し、今度は RGB 表記では0、255、255、HSV 表記では180、100、100となる単色で塗りつぶしてください。こちらは一般にシアンと呼ばれる色です。最後に、同様にもう一枚レイヤーを作成し、
RGB 表記で255、255、0、HSV 表記では60、100、100となる単色で塗りつぶしてください。こちらはイエローと呼ばれる色ですね。さて、このレイヤーがなんやねんと思われるでしょうが、これがノーマルマップを解釈するためのキーになるカラーになります。それではこれらのキーカラーを用いてノーマルマップを解釈していきます。まず、マゼンタのレイヤー設定を加算レイヤーに変更してください。そして、このカラーレイヤーをノーマルマップに対してクリッピングマスクしてみましょう。すると、球体の色の様相が変化したのが見て取れるでしょうか。そうしたら、シアンのレイヤー、イエローのレイヤーに対しても同様に、レイヤー設定を加算に変更し、それぞれノーマルマップに対してクリッピングマスクをしてみてください。すでになんとなく結果が見えてきていますが、次に、それぞれのレイヤーに対して調整レイヤーの色相、彩度、明度を用いて彩度を最小まで下げ、またレベル補正で濃度を調整しておきましょう。それができたら、それぞれ別のレイヤーグループに分けておきましょうか。比較用に元のノーマルマップも1枚別レイヤーに残しておきます。さて、こんなところでそれぞれの結果を見てみると、興味深いことがわかると思います。マゼンタを加算したレイヤーは上から下へのグラデーション。シアンを加算したレイヤーは右から左へのグラデーション。イエローを加算したレイヤーは中央から外側へのグラデーション。という風になります。さて、ではこれは何を意味するのか。それが大事です。ここでノーマルマップの定義を定めておきます。ノーマルマップにおいては、それぞれの色がテクスチャ空間に対する X、Y、Z 成分を表し、その部位がどっちを向いているかを色成分の混合比によって表現したものであると言えます。では、それぞれの濃淡が何を意味するかというと、これは放線ベクトルの方向を X、Y、Z の3成分に分割し、それぞれの値を濃淡でプロットしたものになります。それぞれの軸方向への面の向き具合と言ってもいいでしょう。下の図に示したように、球体の向きを考えてイメージしてみてください。さて、ここまでで、ノーマルマップがどういう理屈で何を意味した色使いをしているのか、それを解釈することができました。いわば、暗号から平文を解読した、ということになりますね。しかしこれでは十分ではない。次に、これら3種のグラデーションを、ノーマルマップに変換することができなければいけません。こちらは、いわば平文から暗号を作成するプロセスになります。今回の本題、手書きからノーマルマップを作るプロセスもこちらにあたりますね。まず、それぞれのレイヤーグループの中に保存したマゼンタ、シアン、イエローの単色レイヤーをコピーし、レイヤーグループの外に持ち出しておきます。次に、このレイヤーのレイヤー設定を動画ではスクリーンに変換してますが、実は加算レイヤーのままでも構いません。動画で用いているクリップスタジオではレイヤーグループに対してクリッピングマスクが行えるのですが、それができないソフトウェアの場合はレイヤーグループを結合してください。さて、これらクリッピング元になっているレイヤーグループですが、これらを乗算レイヤーに変えてみてください。するとどうでしょう。乗算した結果、なんと元のノーマルマップにそっくりではありませんか。ちょっと今のままでは分かりにくいので、レイヤーグループは結合しておきましょうか。元の色成分に分離するプロセス、もはや不要ではありますが、一応確認できるようにしておきたいので、レイヤーグループをコピーして、それをさらに別のレイヤーグループに入れ、非表示としておきましょうか。さて、ではそれぞれのレイヤーグループを結合しましょう。こうしてみると分かりやすくなったと思います。面の向きを表す3種の白黒のグラデーション画像に、それぞれ適合する色でスクリーン、または加算レイヤーをクリッピングし、それぞれを乗算で結合することで、ノーマルマップを作成することが可能なのです。さて、これで一応、原理的な話は終了ですが、このままではちょっと理解しづらいと思うので、なんかネットにあるノーマルマップテクスチャでも同じことをしてみましょう。おなじみ、ポリヘブンかどこか、どこでもいいですし、自分で所持してるものでも大丈夫ですが、ノーマルテクスチャを用意しましょう。
できれば凹凸とその方向性がわかりやすいものを選んでみてください。さて、このノーマルテクスチャにも同様の操作を行います。早送りでいきたいと思います。なお、このプロセスは手順確認のために行っているだけなので、飛ばしても構いません。マゼンタ、シアン、イエローの単色レイヤーを用意し、それぞれ別々にノーマルマップに対して加算レイヤーとしてクリッピングし、そこに色調補正レイヤーで彩度を低下させてレベル補正を行い、それぞれ色成分に分割します。これら白黒になった状態でレイヤーの結合を行い、さらに適合するマゼンタ、シアン、イエローの単色レイヤーを加算またはスクリーンレイヤーとしてクリッピングし、それぞれを乗算とすることで再度ノーマルマップの復元を行います。これをまとめるとこんなところです。さっきと同じプロセスを繰り返しただけなので、基本的に新しいことがわかるわけではないのですけども、実際のノーマルテクスチャで色成分への分離結果を見ると、面の向きを白黒でプロットしたものが、まるで、片側一方から面光源を用いて光を当てたものに見えないでしょうか。さあ、皆さんお待ちかね。ここでようやく本題です。ノーマルマップの手書き方法。そのアイディアとはつまり、上から光を当てた陰影、右から光を当てた陰影、正面から光を当てた陰影。これらにそれぞれマゼンタ、シアン、イエローの加算またはスクリーンレイヤーを重ね、これらを乗算で重ねることで、ノーマルマップを疑似的に再現できるのではということになります。では早速やっていきましょうか。とはいえ、ここで色塗り作業を見せるのはちょっと大変なので、用意した画像になります。まず、線画とベースカラーは用意してあります。そしてそれぞれ上から光を当てた画像、横から光を当てた画像になります。我ながらめちゃくちゃ適当ですね。まあ、これくらい適当でも構わないということです。落ち影は不要なのでつけないようにし、あくまで面の向きを反映させることは心がけましょう。ここは皆さんの絵描きとしての腕前の見せ所でもあるので、凝りたければいくらでも凝って構わないと思います。ただ、見栄えの良さをここで実現する必要は別にありません。それではこれらを適切なグラデーション画像に変換していきましょう。作業中は明度バランスとかに特にこだわる必要はないですが、出力時は真っ黒から真っ白までのグラデーション画像にすべく、レベル補正レイヤーで調整します。うっかりモノクロから外れないように、再度も調整レイヤーで下げておきます。そうしたら、上から光を当てた画像にマゼンタのスクリーンレイヤー、右から光を当てた画像にシアンのスクリーンレイヤーをクリッピングで載せます。これらを乗算することで、とりあえずベースカラーと錦分のレイヤーができたな、というところまで来ました。皆さんは違和感を覚えたことでしょう。あれ、イエローは、と、イエローも同じように描いていけばいい、と一見すると思ってしまいますが、実はそう一筋縄ではいかない問題があります。それは自由度の問題です。ある数式や物理量に対して、自由になる変数の数は変数の数引く拘束条件の数、というふうに決まっています。ここで拘束条件が一つあることから、自由になる変数は2です。すでに自由な変数としてマゼンタとシアンの値を入れてしまっているので、もう自由になる変数はないです。はあ、という感じに思ってしまうかもしれませんが、2の数式を見て、Vx、Vy の値に何らかの値を代入したら、Vz は1位に決定してしまう、というのがわかると思います。じゃあなんでそもそも設定されてるんだよ、という感じですが、それはわからないものの、値がある以上、そのソケットはとりあえず埋めた方がいい気がします。ただ、それを、前2つと同じく、手書きで描くことにすると、他との矛盾を解消するために変な結果を出してしまう、という予想が成り立ちます。あと、一番大事なこととして、3通りも陰影描きたくないです。まあそんなわけで、2通りの陰影だけで成立させるために変なテクニックを発明しましょう。まず、ブレンダー上でデフォルトで現れる平面は Z に向いているので、オブジェクト空間とテクスチャ空間が一致しています。そのため、空間上の X、Y、Z 軸がそのままテクスチャ空間と解釈することができます。
そして足りない黄色軸ですが、これはシェーダー上で演算してしまいましょう。さて、ここまでで、こいつ何言ってるのか意味不明。マジ無理。ってなった人もたくさんいると思います。私自身も何言ってるのか本当のところはよくわかってませんが、とりあえずあとは実行あるのみですので安心してください。では早速やっていきましょう。まずはベースカラー画像と2通りのカラーを入れたノーマルマップをそれぞれ画像として保存します。その際、ノーマルマップは JPEG に、ベースカラー画像は PNG にします。なぜ PNG にするかというと、透過処理を行うためのマスクマップを一括で出したいからです。その際、今回の方法ではノーマルマップの色数は多いと考えられるので、ベースカラーの方を PNG にしたというわけですね。必ずしもこの設定にこだわる必要はなく、例えばマスク用画像を別に出力して設定することも可能です。その方法は初歩なので、適宜調べていただければと思います。さて、ではこれで画像編集作業は終わりです。あとはブレンダー上で実行していきましょう。まず、ブレンダーを立ち上げたら、デフォルトキューブを削除し、シフト A でメッシュから平面を生成してください。適切な位置に保存したら、先ほど設定した平面に対してマテリアルを設定し、この中にシェーダーを作成していきます。まずシェーディングワークスペースを開き、マテリアルを新規作成して、プリンシプル BSDF を出した後、シフト A でノードを新規作成し、テクスチャ、画像テクスチャと指定して、画像テクスチャノードを呼び出してください。画像テクスチャノードをシフト D でコピペして2個にし、オープンを押してそれぞれ先ほどのベースカラー画像、ノーマルマップ画像を呼び出しておいてください。さて、それではまず仮に設定して確認を行います。ベースカラー画像のカラーをプリンシプル BSDF のベースカラー、アルファをプリンシプル BSDF のアルファにつなぎます。すると、背景が真っ暗になった画像が見えるので、ここはマテリアルプロパティの設定でブレンドモードと影のモードを共に不透明からアルファクリップに変更してください。すると背景が透過されて見えると思います。確認できたら、この後はノーマルに関する作業をしたいのでベースカラーを抜いておきます。ノーマルマップテクスチャのカラースペースを sRGB からノンカラーに変更し、次に新規作成でベクトルからノーマルマップを選択してノーマルマップノードを生成します。ノーマルマップのテクスチャノードのカラーからノーマルマップのカラーに接続し、ノーマルマップのノーマルをプリンシプル BSDF のノーマルに接続してください。すでになんか凹凸っぽいものが見えるようになりました。さて、ここからはライティングとの兼ね合いを見たいので、表示モードをマテリアルプレビューからレンダリングに切り替えてください。ライトを近づけてみると、すでにかなりはっきり凹凸が見て取れます。今は絵的に美しい感じではありませんが、とりあえず気にしないでください。では暫定的に、ベースカラーのテクスチャノードからカラーをプリンシプル BSDF のベースカラーにつないでおいてください。後でつなぎ方を変更しますが、とりあえず絵的なコンテクストと立体のつながりが見えるようにします。一応ちゃんと影がついてるように見えるので、イエロー軸は別に必要ないような気もしますが、とりあえず先ほど示したイエロー軸に対する演算を突っ込みます。先ほどの演算はこれですね。この下側の式を演算することにします。では演算を行います。まず、ノーマルマップノードから出たベクトルについて、XYZ 分離でそれぞれ3つの変数に分離します。さらに XYZ 合成を呼び出し、X と Y については XYZ 分離からそのままつなぎます。XYZ 合成から出たベクトルをプリンシプル BSDF のノーマルにつないでください。さて、Z の値ですが、これは X と Y の値を使って先ほどの式を代入します。式上の Vx がノード上の X、式上の Vy がノード上の Y として、数式ノードを使って演算していきます。ノードによる数式、演算順序を考えながら書いていく必要があるので慣れないと戸惑うかもしれません。最後のルートは 0.5 乗として書いています。さて、これで数式を入れることができました。これで一応ノーマルはできた、と考えて、次は簡易的なシェーダーを作成していきます。EEVE でシェーダーを作るために最も手っ取り早く重要なノードがこのシェーダーの RGB 化です。これはシェーダーの出力結果に対して画像編集ソフトのような編集を行うことができるようになるノードです。その効能は後ほど説明するとして、まずこれを適用すると α 値透過が無効化されます。先にそれを修正しておきましょうか。新規にミックスシェーダーノードを作成し、さらに透明シェーダーノードを作成します。
透明シェーダーをミックスシェーダーの上側、シェーダーの RGB 化を下側に接続し、係数にはベースカラー画像のテクスチャノードの α をつなげます。こうすることで、シェーダーの RGB 化と背景透過を同時に行うことができます。では次に、このシェーダーの RGB 化に対して画像編集ソフトウェアのような編集を行うことのできるノード、MixRGB を呼び出しましょう。このノードはいわば画像編集ソフトウェアにおけるレイヤ設定にあたり、このノードで合成したカラーは、カラー1が下のレイヤとして、その上にカラー2が指定したレイヤ設定でかかるようになります。今回、乗算レイヤのように使いたいので乗算を選択します。シェーダーの RGB 化ノードを下につなげます。上には、ベースカラー画像のテクスチャノードのカラーを直接つなげてみましょう。さて、結果を見ると、灰色で描いた陰影の画像がベースカラー画像の上に乗算でかかった状態みたいになったのではないでしょうか。カラー2のレイヤの不透明度を MixRGB ノードの係数で変更する感じになります。しかしこのままでは絵として美しい感じはありませんよね。やっぱり、乗算レイヤをかけるとしても、その色を編集したい。そうですよね。ここで、シェーダーの RGB 化に対してカラーランプノードをつなげることにします。これは、絵を描く皆さんがお世話になっているであろうクリスタやフォトショのグラデーションマップと同じ機能と考えて構いません。とりあえず影色と光色に適当に色味を持たせてみましょうか。また、上下をカットすることで、陰影をフラットにすることができます。ここで光源の調整を行っておきましょうか。まず、線 W は高すぎるので適当な値に調整します。ここで光が消えたりしますが、面に当たる光の量や様相はワット数だけでなく位置にも大きく左右されます。適宜調整しましょう。さて、これだけでは面白みがないので、2個目の光源を用意します。で、光源が2個あれば、光の色を調整したいですよね。試しに2個の光源にそれぞれ違う色を設定してみますが、結果は変わりません。思った色になりませんよね。これは、現在の設定だとカラーランプの効果により、光の色相の影響が消えてしまうためです。これをどうにかする方法はたくさんありますが、とりあえず一番手っ取り早い方法をやってみましょうか。RGB ミックスのノードをもう一個作成し、設定を色相にして、上側にカラーランプからの出力をつなぎ、下側にシェーダーの RGB 化の出力をつなぎ、これをシェーダーミックスノードにつないで出力結果を見てみましょう。まあまあいい感じになったのではないでしょうか。さて、いろいろと他にできることもありますが、今回は単純にこんなもんとしておきましょうか。もう少し柔らかい陰影にしたい場合、ノーマルマップの係数を小さめに設定する、などすることもできますし、あるいは落ち影を設定したい場合、マスク画像を設定するなどして対処することもできます。また、シェーダーに詳しくなれば部分的に艶や金属光沢を設定したりとか、それこそ可能性は無限大って言っていいんじゃないかと思います。あと、単純に影部分や光部分だけを画像出力して、後処理をフォトショやクリスタなどに持っていく、なども可能ですが、これについては長くなりすぎるので割愛します。これを機にブレンダーに興味を持ったら調べてみるのも面白いんじゃないかな、と思います。さていかがだったでしょうか。最後にちょっとだけ宣伝させてください。こちらのジオメトリノードを利用した地形ジェネレータですが、近々販売開始する予定です。割とお求めやすい価格設定にする予定なので、ぜひ興味があったら見ていただけたら嬉しいです。また、こちらの建物ジェネレータですが、もうじき機能を補って使いやすくアップデートする予定です。こちらも合わせてよろしくお願いします。以上、長々とお付き合いいただきありがとうございました。こういうよくわからないけど技術的に面白いネタみたいなのがあったら今後も発信していこうかなと思ってるので、その時はまたお会いしましょう。